皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。早速ですが、サンワード貿易様から講演のご依頼をいただきました。5月15日水曜日20時00分からとなっています。参加は無料となっていますので、概要欄からアクセスしていただき、ぜひご参加くださいね。中国の大手5行33.6兆円が資本不足に。格付け会社フィッチ・レーティングスは、中国の大手国有銀行5行が2025年1月までに、合計で1兆6000億元約2210億ドルの資本不足に直面するとの見通しを示しています。33.6兆円になりますね。どうしてこんな多額の金が必要なのでしょう。対象となる銀行は、中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行、および交通銀行で、これらは金融安定理事会 FSB により、グローバルなシステム上重要な銀行として指定されています。これらの銀行は、リスク過重資産に対して少なくとも、16% の総損失吸収資本 TLAC を保有することが、2025年1月1日から義務付けられ、2028年1月1日からはこの要求水準が 18% に引き上げられることとなっています。これに対応するため、5行は今年、合計で4400億元の TLAC 債を発行する計画であり、フィッチはこれが第2四半期にも発行される可能性があると見ています。9兆2400億円を集めることはできるのでしょうか。2023年の年次報告書によると、これら5行の利益成長は鈍化し、純金利マージンが縮小しているとのことです。フィッチの金融機関担当ディレクターであるビビアン・シュエ氏は、資産の利回りが圧迫されるため、純金利マージンは今年さらに縮小する見通しであり、融資需要は比較的弱く、特に住宅ローンの需要が弱いと述べています。TLAC 債は以前もお話ししましたが、もう一度解説しましょう。経済用語って難しいですね。総損失吸収力債 TLAC 債は、特に大規模な金融機関が金融危機時に自己資本を確保し、破綻を回避するために設計された金融商品です。これらはトータル・ロス・アブソービング・キャパシティの略称であり、主に世界的に重要な銀行 G サイブスが発行します。TLAC 債の主な目的は、金融機関が問題に直面した際、公的資金の注入を最小限に抑えつつ、自らの損失を吸収し、秩序ある方法で問題を解決するための資金を提供することです。具体的には、投資家が保有する TLAC 債は、銀行が破綻した場合に、最初に損失を被ることになり、税金を使わずに、銀行の問題を解決する手段となります。銀行の資産返還優先順位は、1預金、2シニア債、3 TLAC 債、4劣後債、5 AT1 債、6普通株式の順番になっています。TLAC 債と劣後債の違いは、総自己資本に含まれる劣後債、含まれない TLAC 債と認識していただければと思います。劣後債は TLAC 債より劣る優先順位となっています。以前にもお話ししましたが、クレディスイス合併では優先順位で一番劣る普通株式を救済し、AT1 債を債務不履行させました。裁判に持ち込むために、ゴミ同然の AT1 債を購入したハゲタカファンドがあったようです。それなりの力がないと望めない試合ですね。中核的自己資本である AT1 債はそれだけ配当もいいと思いますが、リスクが高いほど配当がいいので、この逆の場合は怪しいと思ってください。ノーリスクで儲かる。それは詐欺です。楽に儲かるなら、わざわざ人に声をかけないで自分だけが儲けますし、何でもそうですが、多数に知れ渡ってしまえば、儲けは少なくなるのです。その点は気をつけてくださいね。ビットコインで、ポンジスキームに引っかかり、20BTC がなくなった経験者より、中国の銀行は儲かっているようですが、それとは別に、規模が大きくなると、TLAC 債は必要です。中国の場合、儲けが本当にあるのかどうかも怪しい。地方銀行では、銀行員の収入の半分を占める。ボーナスが回収されたという情報も入っています。銀行員は収入が多いですが、給料自体は非常に少なく、
ボーナスが大きいので、豊かな生活ができていたのですが、それが回収されたとのことです。回収を拒めば、リストラが待っています。GDP5.3% がいつも霞んでいきます。銀行は、預金でお金を集め、長期で貸し出すスタイルをとっています。銀行預金はいつでも取引に応じなければいけませんが、中国の場合は、引き出しに予約が必要となっています。日本の場合は、預金の引き出しに応じなければ、正当な理由がない場合は、破綻となります。もう一つあり、日銀の当座預金に欠損が出た時ですね。中国の場合は、顧客の預金で、勝手に劣悪な金融商品を購入したり、ATM から偽札が出てきたり、委任状などを持ってきても、引き出せず、認知症の親を抱えて、生体認証して、引き出したという例がありますね。やはり、国営の人知ルールがあります。警察を呼んでも、連れて行かれるのは自分だったりします。特に、海外からのドル引き出しなどは、かなり厳しいです。ドルが世界中で、かなり不足しているので、中国でも例外ではありません。アメリカでは、逆イールドが発生し、短期で借りて、長期で貸す銀行モデルで損が出ます。なので、貸し出しが制限され、高金利で延滞が増えていますが、貸し出しがしぼんでいくので、景気を一気に冷ます可能性がある中、インフレーションは収まらない、ばらまきのツケが発生しています。中国は GDP が 5.3% ですが、金利を下げようとしています。金利が下がると、お金を貸して稼ぐ利益が減ってしまいます。高金利の場合、銀行は利益が多くなります。利ざやなんて言い方をします。中国の銀行は、決算上利益を上げていることになっています。正直なところはわからないので、こんな言い方になっています。通常であれば、潰れそうな不動産会社の貸し倒れ引き当て金を積み増していくので、利益圧縮どころか、大赤字になっているのかもしれませんが、大手不動産のほとんどが倒産状態に近いですが、貸し倒れ引き当て金を積み増していないので、赤字など出ていません。このあたりは、過去の動画でも、ものすごく話をしていますので、ご覧いただければと思います。中国恒大、碧桂園、バンカ集団、トップがどれも危ない。恒大は解散命令となっていますし、碧桂園は5月に解散審理ですし、本当に上げればキリがないので、そんな中、総損失吸収力債の需要が高まっています。TLAC 規制では、リスクアセット対比で 18%、レバレッジエクスポージャー対比で 6.75% 以上に保つことを求めています。ちょっと細かすぎて分かりにくくなりそうなので、一定の基準に基づいて総損失吸収力 TLAC 債が必要ということだけご理解いただければと思います。ちなみにシニア債ですが、普通社債のことを指します。ということで、今回は難しい金融用語が多かったです。中国の銀行に資金調達の必要性が出てきています。気になるのは不良債権の数字ですが、イスラエルとイランが株価に影響をしました。今後、G7 国がイランに制裁をかけるそうですが、これってホルムズ海峡閉鎖に向かいそうな気がしませんか？アメリカが嫌がっているインフレがさらに進みそうですね。アメリカの失業率が急激に上がると、リセッションが始まることが多いので、注意しています。いつも皆様ご支援いただきありがとうございます。スパチャありがとうございます。会員の皆様ありがとうございます。本日の動画はいかがだったでしょうか？お気に召しましたら、高評価、登録とベルの通知もよろしくお願いします。